皆さんこんにちは、チャオ旅です。人生で一度は行ってみたい立山黒部アルペンルート。秋の紅葉と冬の銀世界が一度に楽しめると聞き、11月の立山に行ってきました。富山から長野へさまざまな乗り物を乗り継いで息を飲む憧れの絶景へ出発。おはようございます。おはようございます。今日はですね、富山県を代表する立山黒部アルペンルートを1日で大満喫します。やったー！立山黒部アルペンルートとは、富山県の立山駅と長野県の扇沢駅を結ぶ山岳観光ルート。ロープウェイやケーブルカーなど6つの乗り物を乗り継ぎ、室堂の絶景や黒部ダムの迫力などを体感できる観光ルートです。今回の旅プランがこちら。高低差約2000メートル、絶景の紅葉から白銀の世界を堪能します。立山黒部にとって11月は1年で最後の月。夏に比べて乗り物の本数は少なく、朝もこの時間からのスタートになります。では早速正面にある富山地鉄、電鉄富山駅ですね。はい、立山駅までまずは電車で移動します。はい、それでは行ってきます。朝早いのに駅がざわざわしている。それもそのはず、目的の電車15分前に着いてすでに多くの人。立山までの電車は本数は少ないですが、観光シーズン終盤でも多くの方が利用する大人気の電車です。大根電車、かぼちゃ電車で親しまれている富山地鉄で立山駅を目指します。乗車するのは左側の富山模様トレイン。立山の紅葉、富山の県庁ライチョウがデザインされた立山駅にぴったりの2両の電車です。立山駅まで約70分のローカル線の旅。座席は満席で出発。多くの方が立山駅まで乗車するので、ここで座れないと1時間ちょっと立ちっぱなしです。途中、三角巣のような珍しい駅、レトロな雰囲気の駅舎、常願寺川を渡る際には国の重要文化財の堰堤など、富山駅から立山駅までに様々な珍しいスポットがあります。電鉄富山駅との高低差は約400メートル。これも立派な登山電車ですね。標高475メートル、紅葉に染まる立山駅に到着。この駅で終点扇沢までの乗車券を購入します。降雪が予想される新秋季は当日券のみ販売されています。通常期はウェブ切符を予約しているとスムーズです。美女平までのケーブルカーはメンテナンスで運休しているため、立山駅から室堂までは直通の高原バスに乗車します。バスは複数台で運行されていました。室堂まで約70分の高原バスの旅。このバスは室堂行き高原バスです。この有料道路はマイカーの乗り入れが禁止され、路線バスと貸切バス、許可を受けた山小屋関係車両などが通行できます。標高663メートルの桂台から2450メートルの室堂まで、標高差約1800メートルを一気に登ります。桂台から美女平の区間は紅葉の見頃です。立山杉やブナの原生林が広がる美女平を走行します。もし立山に泊まるならここを散策してみたい。言うまでもなくガチの山岳路線。景色を楽しむために酔い止めを飲みましたが、とても丁寧な運転で安心して乗ることができました。標高1230メートルの滝見台から落差350メートル、日本一の落差を誇る幕府称名滝を見下ろします。春になると幻のハンノキ滝が現れ V 字滝になります。この日はうっすらハンノキ滝が見えていました。バスの座席は進行方向左側がおすすめです。車窓は美しい紅葉から冬の気配に。標高1930メートル三田ヶ原。
この辺りの湿地立山三田ヶ原大日平は湿原や生息する動植物の保全を目的としたラムサール条約に登録されている珍しい湿地です。標高2000メートルを過ぎたあたりからバスの車窓は一面の銀世界。雲一つない青空で最高です。富山駅の曇り空を心配していたのが嘘のようです。映画にもなった剣岳は車窓から見ても別格の存在。巨大な雪壁で知られる大谷を過ぎ、バスは終着室堂バスターミナルへ。標高2450メートル、室堂に到着しました。途中めっちゃ綺麗やっためね。っちゃ綺麗。紅葉から一気になんか雪山みたいな変わり方もなんかすごかった。早速じゃあ上に上がって散策してみます。行きましょう。はい。雪に覆われている室堂、散策には対策が必要です。今回はスノーシューとアイゼンを用意しました。アルペンルートでは高山の魅力を手軽に体験できますが、自然の厳しさやリスクを常に考える必要があります。どう？すごい雄大です。めっちゃ声響くし。三栗ヶ池付近までの往復コースを散策します。真っ白な世界だ。2週間だけの冬の絶景、天空の鏡と呼ばれる三栗ヶ池へ。これはまさに天空の鏡。ここだけ時が止まったかのような静かな時間が流れます。めっちゃ綺麗。やばいね。ここは一体松？ここはね、多分カラマツとかが埋まってる雪に。そうそう。じゃあ夏はすごい緑のところだ。夏はここね、遊歩道になってる。今歩いてるところ。そう、膝の高さぐらいちゃうかな。熊笹とか。日本一高い場所にある温泉、三栗ヶ池温泉。源泉である地獄谷の遊歩道は2011年より通行禁止のため上から見学します。晴れてよかったね。すごい。なかなか晴れることって難しいんじゃないの？ね、今日朝の段階ではさ、結構曇ってたから、ちょっとねって思ったけど。難しいかなって思ったけど、素晴らしい。素晴らしい。本当来てよかった。やっぱでもサングラスとアイゼンはあった方がいいね。必須やね。でも結構コート着込んでるから、体はね全然寒くない。白いから太陽が反射して眩しいのもある。確かに。絶景に見とれて時間を忘れていました。室堂ターミナルでランチタイムです。2026年に閉館を迎えるホテル立山。いただきます。見
ちゃいい眺めやね。すごいよ、絶景。名物のカレーをいただきます。標高が高い場所で食べるカレーはたまらん。室堂までは早めに着いておくのが良さそうです。1時間違いでかなり混雑してきました。お昼からは扇沢を目指して下山します。お待たせいたしました。本日は立山トンネルリスタスご乗車いただきまして誠にありがとうございます。黒部ダム扇沢方面第3号行きです。まもなく出発いたします。立山黒部が舞台の映画「狼子供と雨と雪」。劇中歌が発車メロディーになっていました。鳴り始めるまで知らなかったので、行かれる方ぜひ聞いてみてください。全区間がトンネルの立山トンネル電気バス。前方の景色がおすすめです。小山の真下にあたります。620メートル頭上には標高3003メートルの小山が天をついてそびえています。ここがちょうど立山の真下。この頭上に大きな山がそびえてると思うと、すごい。トンネルバスなのにめっちゃ楽しい。建設当時は1分間に44トンもの地下水が噴出していました。そんな破砕帯の湧き水は室堂で飲むことができます。たった10分のトンネルにある一瞬の破砕帯は見逃したくないポイントです。電気バスを降りると標高2316メートル大観望。眼下には黒部湖がしっかり見えます。ここからロープウェイに乗り換え、全長 1.7km、 途中に支柱のないワンスパン方式。雪崩に巻き込まれるリスクから支柱がないそうです。標高差 500m を一気に降りていきます。雄大な自然と土木技術にただ驚くばかりです。標高 1828m 黒部平。夏場は庭園で高原植物が鑑賞できるそうですが、この時期はほぼ散策できないので、すぐに黒部ケーブルカーに乗り換えます。見るべき場所、通過する場所を決めておくのもスムーズに観光するコツなのかもしれません。この黒部ケーブルカーは日本で唯一の全線地下式なので、この先車窓は真っ暗です。黒部湖まで降りてきました。ここにあるのは室堂と合わせて楽しみにしていた黒部ダム。黒部ダムの堰堤を歩きます。毎秒10トン以上の水が日本一の高さから噴き出されます。紅葉が訪れた黒部ダムにかかる虹のアーチ、とても癒されます。すごいね。虹の上にいるってすごくない？すごい。これさ、一本の虹じゃん。すごい。超山なりの虹初めて見た。息を切らしながらあの景色の場所へ。世紀の大工事と呼ばれる黒4計画。黒部ダムは象徴的な存在ですが、発電所はダムの下流約10キロ先にあるそうです。正直この辺にあると思っていました。黒部ダムの観光放水は6月から10月の4ヶ月間、偶然にもこの日は放水が行われていました。破水帯の美味しい湧き水だって。飲める？美味しい。冷たい。
するね。水が美味しいっていいよね。アルペンルート最後の乗り物、関電トンネル電気バス。これまでの運行は立山黒部観光でしたが、ここからは関西電力の系列が運行。この路線自体が黒四建設のための輸送路でした。扇沢から黒部ダム方向へ乗車すると、黒四建設の黒をたどることもできますね。扇沢駅までの区間を扇沢終着扇沢でございます。本日は黒部ダムをお尋ねくださいまして誠にありがとうございました。近くの記念館で以前のトロリーバスが見れるそうです。少し時間があるので行ってみます。立山黒部アルペンルートはここ扇沢まで。ここからはバス列車を乗り継いで富山へ戻ります。まずは信濃大町長野方面の路線バスに乗り換え、信濃大町駅まで約35分。ここから地味に時間がかかります。まだまだ標高が700メートル以上ある信濃大町駅。ここから白馬を通る大糸線の約2時間の旅。信濃町と糸魚川を結ぶ大糸線。車窓に映る北アルプスの雄大な山々は圧巻です。姫川沿いの渓谷美を鑑賞する列車。日本の原風景を楽しめるローカル線です。南小谷駅で糸魚川駅に乗り換え、乗客も少なく無事に座れました。大糸線の利用者アンケートに回答して素敵なクリアファイルをいただきました。信濃町から約2時間、日本海の町糸魚川に到着。新幹線で富山へ戻ります。30分で富山に着くなんて新幹線はやっぱり早い。秋と冬2つの季節をめぐる立山黒部アルペンルートの旅、いかがでしたか？気軽にアクセスできる標高2450メートルの特別な場所。快適に楽しむには少し準備しておくと安心です。チケットは事前予約がおすすめ。混雑時は思うように動けないことも。予定が決まったら先にチケットを予約しておきましょう。室堂散策は2時間、黒部ダムは1時間あると安心です。服装はしっかり対策しましょう。平地との温度差は15度前後。防寒具を忘れずに。高知は日差しが強いので紫外線対策も。期間限定のイベントやお得な切符情報もあるので、公式サイトを事前に見て楽しい旅にしてください。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンで応援お願いします。また次の旅でお会いしましょう。